皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。前回の動画では、たくさんのご視聴、コメントありがとうございました。視聴者様からのコメントには、東日本大震災の経験者からの情報提供もあり、本当に参考になりました。今回の動画は、いざ食料備蓄をしようとするときには、多くの人が迷ってしまうことになると思いますので、我が家の食料備蓄の実施例を紹介していこうと思います。私はいざ動画作成の原稿を書き始めたら、とても1回で話しきれるものではないことに気がつきました。よって、この食料備蓄実践編は数回に分けてお送りしたいと思っています。視聴者様の中で、こんなアイデアがあるということがありましたら、ぜひコメント欄にてシェアしてください。よろしくお願いします。さて、実際、私も食料備蓄を行うにあたってかなり悩みました。どこから手をつけたらいいのか、何をどれだけ購入したらよいのか、手探り状態で始めました。今回ご紹介するのは、あくまでも私が実践している方法なので、正しいかどうか分かりませんが、参考にしていただけたらと思います。まず、食料備蓄をしようとするときに、何が一番頭を悩ませたかというと、予算です。私は特に収入が多いわけではないので、毎月のやりくりに苦労している状況での食料備蓄には、少々腰が引けていました。しかし、世界の状況を把握していたので、第一優先に考えるようにしました。幸いなことにパートナーも同じ価値観を持っていたので、スムーズに食料備蓄モードに入ることができました。前回の動画に対しての視聴者様のコメント欄を拝見すると、ご主人が貯金を切り崩してまで食料備蓄をすることに不満を持っているというような状況があることを知りましたが、おそらく意見が合わない人を納得させるのは時間の無駄だと思います。結局は家庭のことを一番気にかけているのは奥様だと思います。現実問題として、買い物するたびに少しずつ買い増ししていくしかありませんね。家族の命を守るためにやっていることです。きっと有事の際には感謝されるだろうし、それによって命が救われることになると思いますので、頑張ってください。我が家の取り組みを紹介する前に、一般論を押さえておきます。しかし、今我々が置かれている状況は、一般論で語るほど悠長なことを言っている場合ではありません。2023年は生きるか死ぬかの状況に置かれますので、最後まで動画をご覧ください。一言で食料備蓄といっても、どんな状況を想定するかによって随分アプローチが変わってくると思います。例えば、地震などの自然災害なのか、それとも戦争などの非常事態で起きる品不足に対しての備蓄なのかですね。今リアルタイムで起きそうなことは物価高によって買いたくても買えない状況が起きそうですから、時間的猶予はありません。以上のことから何を想定するかで全然変わってきてしまいますが、予算のこともありますのでご自身で考えて行動してみてください。では、何から取り組むかというと、1、自分の家の食事量、食料消費量を把握する必要があります。この部分が把握できて初めて何日分備蓄するかを掛け算し、必要量や予算が決まってきますから。例えば、主食である米やパスタは1ヶ月どのくらい消費しているのかを知る必要があります。2、おかずはどのくらい必要なのか。おかずは、非常時の場合、いつも通り料理をするという状況は考えにくいので、缶詰やレトルトパック食品を多用することになるでしょう。3、飲料水はどのくらい必要か。水は、1人1日1リットル、調理を含めると3リットルは必要だと言われていますね。以上のことが明確になれば、備蓄量は、食事回数×備蓄想定日数×人数で算出することができると思います。詳細は概要欄に農林水産省が発表している資料のリンクを貼っておきますので参考にしてください。このように食料備蓄というのは、自分の家の現状を把握した上で、どんな状況に備えるかを考えることになります。専門家などは的確にカロリー計算までしてくれていますが、はっきり言ってそこまで考えると心が折れますので、普通に主食である米、パスタなどの炭水化物にレトルト食品、缶詰を食べていれば、多少のカロリー不足はあっても死ぬことはないと思います。そして、平時の時の食事量をそのまま非常時にも食べるという発想はしないというか、できないと思いますので、食糧難を想定した暮らしも普段から心がけておかないといけないと思います。人によっては、おかずは3品ないと怒り出すなんてこともあるかもしれませんが、そういう価値観、発想の方は非常時に苦労するかもしれませんし、どうしてもそこは譲れないとしたらその分の食料備蓄をする必要が出てくることになるでしょう。そして、今回のように食料備蓄について考えるとき、
毎日のストレス軽減を考え、なるべく普段通りの食事をした方が良いとか、食事を楽しめるようにしないといけないという観点からデザートやお菓子などが必要との考え方もありますし、実際そういうことも視野に入れないといけないと思いますが、話が複雑になりますのでここでは割愛します。ちなみに地震、水害などの自然災害では1週間を目安にするなどと言われています。しかししきりに警告されている南海トラフ大地震が起きた場合、かなりの広範囲に被害が出ることが予想されますので、1週間の備蓄では間違いなく不足するでしょう。その際には道路が分断されますから、物資の物流は麻痺すると考えなければならないと思います。そうなると備蓄量で言えば最低3ヶ月はないとまずいことになると思います。それに加えて電気、ガスが使えなくなるわけですから、火をどうするか、電気をどうするか、水はなど考えなければならないことだらけです。まさに生きるか死ぬかのサバイバルゲームになることでしょう。起きてほしくありませんが。さて、私たちは普段何も気にすることなく買い物ができているわけですが、現在の物流管理の流れはインターネットの普及と IT 技術の発達で最低限の在庫量で運用・管理されています。スーパーなどにしてみれば、不足分の注文は次の日もしくは当日入荷するということで、余剰在庫を持たない流れになっていると思われますから、有事の際には秒殺で品切れになることでしょう。などなど非常事態の対策となると考えることが多すぎて、これから食料備蓄を考える方にとっては気が遠くなると思います。ということで、どんな状況を想定するかによってその対策範囲は無限大になってしまいますから、ここまでは一般論として初心者の方の参考になるよう我が家の備蓄方法を紹介します。我が家は大人3人家族で家庭菜園はしていません。食材の購入先は近くのスーパー、業務スーパーなどです。米の消費量は1ヶ月で15キロです。パスタの使用量は1回に6束です。うどんの使用量は1回に 4.5 束です。そうめんの使用量は1回に 900g です。インスタントラーメンの使用量は1回に5袋です。1食分のおかずは1品で備蓄の計算をしています。ということをベースに1週間分の献立を立てました。その際、基本的に米を食べるのですが、1週間に1度のペースでうどん、そうめん、パスタ、インスタントラーメンを食べることを設定しました。ということで、米は1週間で15キロ割る4週間は 3.75 キロを使用します。おかずが必要なのはご飯を主食とした時です。よって1日3食 ×7 日は21食が食事の回数。そのうちうどん、パスタ、そうめん、インスタントラーメンの4食を引くと17回分のおかずが必要ということになります。よって17回 ×3 人は51個のおかずが1週間で必要となります。そのおかずの内訳は缶詰であったりレトルト食品が考えられますね。これらを Excel で管理しています。この表には目標とする備蓄量と現在の備蓄量、そして目標とする備蓄量に達するまでの必要予算を把握できるように管理しています。基本的な考え方は以上のようになります。一番予算が必要なのはおかずかと思います。缶詰の種類は本当に豊富で、いろいろなものを揃えると良いでしょう。ただし、一度食べてみないと、口に合わないものを大量買いしたら悲惨ですから、まずは少量買って試食するというのも必要かもしれません。ちなみに私は予算をギリギリでやっているので試食していません。最近ではレトルト食品でもカレーをはじめ親子丼などの種類が豊富に出ています。しかも税込み80円くらいで購入することができますから、うまく利用すると良いと思います。こんな感じで我が家の備蓄状況は目標1年に対してまだまだ購入しなくてはならないものばかりです。究極予算が厳しい場合はご飯にふりかけなどをおかずとは言えませんが、とりあえずご飯を美味しく食べられる食材も考慮すれば良いかなと思います。個人的にはシーチキンに醤油で味付けしたものだけでご飯2杯食べられる人ですので、非常時には強いと思っています。いかがだったでしょうか。こうして食料備蓄についての実践動画を作成してみると、想像以上にその内容が膨大でびっくりしています。冒頭でお話しした通り、このテーマについては複数回にわたって動画を作成してみたいと思います。あくまでも私流での取り組みですが、参考にしていただけたら幸いです。
以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。皆様が食料備蓄をしている気配を他人に悟られてはいけませんので、前回同様、この動画のシェアは控えてください。共に食料備蓄で大切な家族を守りましょう。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。